材料5つで作れる芋ようかんを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はしっとり滑らかな芋ようかんを作りたいと思います。今回作る芋ようかんなんですけれども、とても柔らかくてしっとりとした食感に仕上げていきたいと思います。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お水、お砂糖、塩、粉寒天を入れます。今回使用するさつまいもは1本これ皮ごとで 400g になります。で、皮を剥いてだいたい 380g になるぐらいかなと思いますので、だいたいそのぐらいの目安を用意していただけたらと思います。で、ちょっとねこの量だと多いなっていう場合は半量で作っていただいても OK です。そして今回使う容器はこちらです。こちらのね横幅が14cm、縦幅が11cm、高さが 4.5cm ぐらいの容器を使っていきます。これはねお家にあるタッパーとかを使っていただいて OK です。で、必ずね取り出しやすいようにこういったオーブンシートまたはクッキングシートを四角く切って、あとは四隅をこのように切っていただいて、容器にねこんな感じではめ込んでおきましょう。こちらはあらかじめね用意しておいてください。それでは早速作っていきます。まずこのさつまいものね皮を剥いていきます。剥き方はねやりやすい方法で OK です。ピーラーでやると一番早くて簡単かなと思います。で、ちょっとねこの黒くプツプツっとなってるところは取り除いてください。はい、このようにね綺麗に皮を剥きましょう。そしたらまず両端のヘタを切り落とします。で、あとはね 1cm 幅に輪切りしていきます。すごく硬いので手を切らないように気をつけてください。はい、このように 1cm 幅に切ってください。で、そしたらねアク抜きをします。アク抜きは5分で OK です。それ以上やっちゃうとさつまいもの風味がなくなっちゃうので、まずこうやってボウルに入れていただいて、このように水に浸してください。ではこのまま5分置きます。はい、5分経ちました。そしたら一度ね水から取り出します。それではねこういった鍋を用意していただいて、ここにさつまいもを入れます。そしてこのさつまいもが全部浸るぐらいまでまず水を入れます。はい、このようにねしっかりさつまいも水に浸してください。ここに塩をねだいたい2つまみぐらいかな入れます。はい、こうやってね塩を入れて茹でることでさつまいもの甘みがぐっと引き出されます。なのでね塩は必ず入れて茹でるようにしてください。それではね火にかけます。火加減は中火で OK です。だいたいねこのまま10分から15分ほどさつまいもが柔らかくなるまで加熱します。はい、今ね13分経ったので火を止めます。ちょっとねお芋がこう割れてきたので今13分で火を止めました。これは様子を見ながらね調整してみてください。で、竹串を用意していただいて、スーッとね竹串が入れば OK です。このようにお湯を捨ててざるに置いてください。それでは裏ごししていきます。まずねこういうこし器を用意してください。で、これは100円ショップにも売ってるのでぜひチェックしてみてください。で、もしない場合は網目の細かいざるでも OK です。できるだけ滑らかにしたいので網目の細かいものを使用するようにしてください。あるいはですねフードプロセッサーとか、あとはミキサーを使って滑らかに仕上げていただいても OK です。その時はさつまいもとお砂糖を一緒にフードプロセッサーまたはミキサーに入れて攪拌するようにしてください。今回私はこし器でね裏ごししていきたいと思います。この作業は必ず熱々のうちに行ってください。ではさつまいもをこのように木べらを使ってこしていきます。さつまいもは長めにね茹でていただくとすごくね裏ごしもやりやすいので、ちょっと2,3 分ぐらいかな長めに加熱していただくのがおすすめです。で、これでどんどんこしていきましょう。すごくね柔らかく煮たのでかなり裏ごししやすいです。あとね電子レンジでさつまいもを加熱するっていう方法もあるんですけど、電子レンジ使うよりもねやっぱり鍋で煮た方がさつまいもの甘みが出るので、レンジでね加熱するのはダメじゃないんですけど、できれば鍋でやるのがねおすすめです。それではね全部裏ごししていきたいと思います。
はい、OK です。裏ごしが終わりました。開けます。じゃん、こんな感じになってます。はい、取ります。すごいですね。はい、結構な量ですね。こんな感じです。そしたらね、ちょっと今この状態だと作業しづらいので一旦ボウルに移します。このようにボウルに移しました。そしたらここにお砂糖を加えます。で、これでよく混ぜましょう。はい、このように滑らかになれば OK です。それでは再びね、お鍋を用意していただいて、ここに粉寒天を入れます。そしてお水です。一度軽く混ぜていただいて、粉寒天のつぶつぶがなくなったら火にかけます。はい、このように混ぜながら沸騰するまで中火で加熱します。で、沸騰してきたら火加減弱火です。そしたらこのようによく混ぜながら弱火で2分ほど加熱していきます。粉寒天は沸騰してもね、しっかりと加熱をしないと溶けないので、必ず沸騰してからだいたい2分ぐらいですね、しっかりと火入れをしてください。はい、今2分加熱しました。そしたら一旦火を止めます。さつまいもを少しずつ加えていきます。このぐらいかな。で、徐々にね、こうなじませていきましょう。で、その都度ね、必ずよく混ぜるようにしてください。もうここからは火を使わないので、火から下ろして作業していただいても OK です。で、この時も寒天がね、熱いうちに素早く作業するようにしてください。で、このようにね、滑らかになったらまた一すくい入れます。で、なじませましょう。だいたい3回ぐらいに分けていただくと混ぜやすいと思います。これで最後です。はい、このようにしっかり混ざれば OK です。とても滑らかな仕上がりになってます。そしたらね、あらかじめ用意しておいた容器に入れましょう。隙間ができないようにピチッとね、敷き詰めていきます。四隅の方までしっかりとね、敷き詰めていきましょう。はい、でこのように四隅にしっかりと敷き詰めたら、あとはこうやって表面をね、ならしていきます。はい、このように表面をならします。さらに表面をきれいにしたい時は、このようにクッキングシートをね、大きさに合わせて切っていただいて、上に乗せて上からこう手でさするように表面を平らにしていきます。で、剥がします。そうするとこのように表面がきれいになります。で、あとはね、ラップをして、でこのまま一旦粗熱を取って、粗熱が取れたら冷蔵庫で3時間ほど冷やします。はい、完成しました。こんな感じに仕上がってます。それでは取り出します。オーブンシートごと取り出しましょう。よいしょ。では剥がします。それでは切りたいと思います。まず半分に切ります。よいしょ。はい、ではあと4等分にしていきます。じゃあまず半分に切ります。で、また半分に切ります。こんな感じに仕上がりました。はい、これで濃厚ずっしりな芋ようかんの完成です。今回はですね、柔らかめの食感に仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すっごく滑らかです。美味しい。甘さもちょうどいいですね。寒天の独特な食感とか硬さはなくて、すごくね、柔らかい芋ようかんになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の芋ようかんのポイントです。まずね、さつまいもの種類なんですけれども、こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。で、さつまいもはですね、綺麗に皮を剥いて、その後1センチ幅に切ってください。切った後は水にさらしていただくと、渋みなどを取り除くことができます。なんですけど、5分以上ね、水に浸してしまうと、さつまいもの風味がね、流れ出てしまいますので、5分経ったら水から出してください。さつまいもは電子レンジで加熱する方法もあるんですけれども、今回はさつまいもを水から茹でました。水からゆっくり加熱することで甘みを十分に引き出すことができます。さらにね、少し長めに茹でていただくことで裏ごしする時にとてもやりやすくなります。そして茹で上がったら熱々のうちに裏ごしするようにしてください。そして寒天を溶かす時のポイントなんですけれども、寒天はまず沸騰させて、その後弱火で2分しっかりと火入れしてください。寒天は沸騰してからも加熱しないと溶けないので、しっかりここは加熱するようにしてください。その後さつまいもを入れる時は少しずつ加えていた
ただくととても綺麗に混ざります。あとはもう型に入れて固めるだけなのですごく簡単に作ることができます。材料も手軽でかつ作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はしっとり柔らかな芋ようかんを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。